最近スーパーで買い物をしていて、なんか急に高くなったなって感じることはありませんか？ああ、わかります。レジで合計金額を見て、これしか買ってないのにって驚くことよくありますよね。そうなんですよ。今日はリスナーのあなたに向けて、なんか高いなというなんとなくの不安の正体を今回の徹底解説で解き明かしていきたいなと。ええ、実は、それ、単なる一時的な物価高の話で終わるものじゃないんですよね。と言いますと？今、世界で起きている、一見バラバラに見える3つの大きな出来事が、実は、あなたの今月の食費とか、電気代、さらには老後の資産にまで完全に直結しているんです。その3つの出来事というのは？はい。中東での新たな軍事衝突、そしてトランプ関税、最後に歴史的な水準で急騰している金価格ですね。中東、関税、そして金。なんかスケールが大きすぎて、今日のスーパーの買い物とどうつながるのかまだちょっとピンとこないんですが。そうですよね。でもこれ、別々のニュースじゃなくて、単一の巨大なマクロ経済のうねりとしてつながっているんですよ。なるほど。だからこそ、今日の徹底解説のミッションは、リスナーのあなたが、この膨大なニュースの裏側にある、なぜを理解することなんですよね。はい、おっしゃる通りです。単なる情報のノイズを取り除いて、今日からニュースの見方が変わる。そして、すぐに行動に移せる知識だけを抽出してお届けします。さあ、この複雑な連立方程式一緒に解き明かしていきましょうか。よろしくお願いします。まずはマクロな事実から整理していきたいんですが。はい、お願いします。2026年の2月末ですね。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦が実施された事実と、それに対するイランのホルムズ海峡閉鎖の警告がありました。ニュースで大きく報じられていましたよね。ここで非常に興味深いのは、というか深刻なのは、日本の室さなんです。日本の室さですか？はい。ホルムズ海峡って世界の原油の約2割が通過する超重要拠点なんですね。2割もですか？そうなんです。しかも日本の場合、石油とか天然ガスの9割以上を中東に依存している構造がありますよね。ええ。だから、物理的にまだ海峡が封鎖されていなくても、タンカーの保険料が高騰したり、供給網の不安が出るだけで、先物価格って瞬時に跳ね上がるんですよ。例えるなら、ホルムズ海峡って日本経済のメインの大動脈みたいなものですよね。まさにその通りです。でも待ってください。今は昔と違って、再生可能エネルギーとか省エネ技術もかなり進んでいるじゃないですか。だからそこまで致命的なダメージにはならないんじゃないですか。それは非常に鋭い視点ですね。確かに技術は進歩していますが、でも、エネルギーを輸入に依存しているという根本的な構造自体は実は変わっていないんです。なるほど。根本は変わっていないと。はい。しかもですね、今回はそこに新たな変数が加わっているのが非常に厄介でして。新たな変数。それがさっき言っていた。トランプ関税です。録音日のわずか4日前、3月26日にトランプ大統領が署名した大統領令ですね。全輸入自動車に対する 25% の関税ですよね。その通りです。そしてこれが間近に迫った4月2日にいよいよ発行します。4月2日ってもうすぐそこじゃないですか。そうなんですよ。これの何が深刻かって、エネルギーの輸入コストが跳ね上がって、日本から外貨がどんどん出ていっているまさにこのタイミングで、ええ。日本の外貨を稼ぐ主力である自動車輸出に 25% という強烈なペナルティが課されるわけです。うわー、それは強烈なダブルパンチですね。入ってくるお金のパイプが急激に絞られながら、出ていくお金のパイプだけが全開にされている状態というか。まさに。なので、これをより大きな全体像と結びつけてみると、ある歴史的な出来事と非常に似ているんです。歴史的な出来事。もしかしてオイルショックですか？はい、大正解です。1973年10月の中東戦争を機に起きたオイルショックですね。トイレットペーパーが店頭から消えたという、あれですよね。あの時の日本も石油の 99% を輸入に頼っていました。結果どうなったかというと、翌1974年に日本の物価はなんと 23% も上昇したんです。23%。ちょっと想像つかない数字ですね。そうですよね。これによって家計の消費の2割近くが事実上吹き飛んでしまったんです。つまり日本の富が海外へ強制的に移転させられたわけです。
なるほど。なんか、インフレのことを見えない泥棒って呼ぶ人がいますけど、まさにそれですね。銀行口座から毎日少しずつお金が抜き取られているような。ええ、本当に言えて妙だと思います。そしてもう一つ忘れてはいけない歴史の小玉がありまして、何でしょうか。1971年のニクソンショックです。ドルと金の交換が停止された出来事ですね。はい。この年を境に、金を持っていた人とドルや円といった法定通貨だけを持っていた人で、その後の10年の資産の運命が大きく分かれたんです。つまり、歴史は繰り返すだけじゃなくて、知っているか知らないかで完全に二極化するってことですね。まさにそういうことです。いやー、ここからが本当に面白いところなんですけど、その金の価格が今、とんでもないことになっているんですよね。異常とも言える動きを見せています。2026年3月2日に、ニューヨークの金先物が一時5410ドルという途方もない数字をつけましたよね。はい。日本の国内価格でも今年1月29日に1グラム29,815円という史上最高値を記録しました。これ一体誰がそんなに買っているんですか？それが非常に重要なポイントでして、ワールドゴールドカウンシルの調査によると、2025年の7月から9月期に世界の金需要が過去最高になったんですが、買っているのは個人の投機家じゃなくて、中国、インド、ロシアといった国の中央銀行なんです。国レベルで買っているんですか？そうなんですよ。株安や通貨不安、そして戦争リスクが高まる中で、彼らはドルを捨てて猛烈に金へ資金を逃避させているんです。なるほど。特定の国の負債じゃない資産としてゴールドにシフトしているんですね。はい、脱ドル化の動きですね。でも国家レベルの動いているのは分かりましたけど、ではこれが一体何を意味するのか、リスナーのあなたの家計にどう影響するのか、ちょっと計算してみましょうか。はい、ぜひ。食費、特に輸入食品や輸送コストの増加で年間15万から20万円、月にならすと1万2000円から1万7000円の負担増。そうですね、それに加えて、はい。電気やガス代。これはホルムズ海峡の不安定化の影響で月に3000円から5000円上がるとします。そうすると合計で年間約24万円が家計から消滅する計算になります。なかなか衝撃的な数字ですよね。これ、かつて老後2000万円問題って騒がれましたけど、インフレでお金の価値が目減りしていることを考えたら、実質的に3000万円問題に膨張しているってことですよね。全くその通りです。法定通貨の価値が希薄化しているんです。だからこそお聞きしたいんですが、年間24万円の負担増って本当にショックですけど、個人レベルでも本当にみんなもう動き始めているんですか？それとも私たち一般人にはまだ遠遠い話なんですか？いや、それがですね、野村証券のデータを見ると、2026年に入ってからすでに個人投資家の間でも金への投資需要が急速に高まってるんです。そうなんですか？構造に気づいて動き出した人とそうでない人で年間30万円規模の差がつき始めているんですよ。ということは、知る人と知らない人の分断がもう始まっていると。これは重要な問いを投げかけていますね。はい。なので、ただ不安を煽るだけじゃなくて、構造を理解した賢明なリスナーのあなたが今すぐ取るべき行動についてお話ししたいなと。ぜひお願いします。ただ、その解決策に入る前に、ちょっといいですか？はい、どうぞ。さっきすでに金は1グラム2万9000円を超えて史上最高値点にあるって言ったじゃないですか。言いましたね。今から手を出したら、いわゆる高値掴みになって、かえって手遅れなんじゃないかっていう懸念もあると思うんですけど。その警戒心は投資において非常に正しいですし、不可欠な視点です。だからこそ、今からお伝えする3つの備えが重要になるんです。なるほど。3つの備え。まず1つ目は何でしょうか？1つ目は、知ることの棚卸しです。知ることの棚卸し。具体的にはどういうことですか？心理学で一貫性の原理というのがあるんですが、それを利用します。スマホのメモ帳を開いてですね。はい、メモ帳。今までの電気代の明細、最近の食費の変化、そして老後の積み立て状況、これを具体的な数字で書き出してみるんです。なるほど。自分の現在地を数字で直視するわけですね。そうなんです。そうすることで小さな第一歩を踏み出す動機づけになるんです。確かに頭の中でもやもや考えているより数字で見ると行動しなきゃって思いますよね。では2つ目は？ 2つ目は現物資産への分散です。ここで重要なのはタイミングを読もうとしないことですね。タイミングを読まないというと？はい。高値掴みを避けるために月に1000円からでもいいので積み立てでリスクを分散させるんです。いわゆるドルコスト平均法ですね。ちなみにゴールドマンサックスが2026年12月に金価格が4900ドルに達するという予想を出していまして。4900ドル。
まだまだ上がるという見方ですね。はい。国内価格でも上昇の余地があるという見方が強いんです。なるほど。少しずつシステムの外に資金を逃がしていくわけですね。では最後の3つ目は何でしょうか？はい。3つ目は、情報自体の防衛です。情報の防衛ですか？それはセキュリティの話？その通りです。地政学リスクが高まると、それに連動してサイバー攻撃のリスクも跳ね上がるんですよ。ああ、なるほど。物理的な戦争だけじゃなくて、サイバー空間でも緊張が高まるわけですね。ええ。だからデジタル化された銀行口座とか証券口座のパスワードを見直したり、2段階認証を徹底したりする。ええ。これも立派な資産防衛なんですよ。確かに、いくら金を積み立てても口座ごと乗っ取られたらもっとも子もないですもんね。本当にそうなんです。いやー、あっという間でしたが、今回の徹底解説もそろそろ終わりの時間が近づいてきました。はい。今日ここまで一緒に構造を紐解いてきたリスナーのあなたは、もはやなんとなく不安な人ではありません。世界経済の構造を知ってしっかり備えられる賢明な人になれたんじゃないかと思います。ええ。投資の世界で有名なウォーレン・バフェットの言葉に、リスクは自分が何をしているかを知らないことから生まれるという格言があります。深い言葉ですね。はい。知ることこそが最大の防御なんですよね。本当にその通りです。今日私たちはエネルギーの構造的リスクと金の話を中心にお届けしてきました。でも最後に一つ、あなたに考えてみてほしい思考の種を残しておきたいと思います。はい。たった3日後の4月2日、トランプ大統領の自動車への 25% 関税が実際にスタートします。そうですね。いよいよです。日本の最大の輸出産業が根本から揺さぶられたとき、その影響って巡り巡って私たちの国内の雇用とか、来年の給料の額にどんな波紋をもたらすのでしょうか。これは非常に重いテーマです。物価が上がる一方で、収入の蛇口にも変化が起きようとしています。ぜひこの視点を持って、これからのニュースをチェックしてみてください。マクロの視点を持つことで、全く違った景色が見えてくるはずです。次回はその産業別の影響に関する徹底解説を予定していますので、楽しみにしていてください。リスナーのあなたの日常に健やかな学びがありますように。それではまた次回お会いしましょう。